ハロー、こんにちは、ダジャハオ。オンライン日本語教師のなるです。久しぶりの投稿になりました。ここ最近 JLPT に向けての授業、オンラインレッスンが少し多くて編集する時間がありませんでした。夏の JLPT が終わったので、これからまた動画をアップしていきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、今回の動画ですね。実は先月彼と1泊2日で世界遺産にも登録されているイタリアのベネチアへ行ってきました。今回の動画ではその時のことをシェアしたいと思います。日本人の私から見たベネチアの印象やベネチアに関する豆知識、おすすめの場所などについても話します。ゆっくり話すので必要な人は再生速度を調整しながら聞いてください。ぜひ日本語のリスニング練習にも活用してください。それではスタート。バルセロナからベネチアテッセラ空港に着いて水上バスでベネチア本島に向かいます。片道4、50分ぐらいでした。本島に着いた瞬間から海がキラキラしていて、建物もレストランも小道も全部雰囲気が良くてテンションが上がりました。街を散歩しているだけでもすごく楽しかったです。ベネチアの交通手段は基本船、ゴンドラ、徒歩で車やバイク、自転車は禁止されています。私のような散歩好きの人にはすごくいい街だと思いました。街全体に運河が通っているので、小さい橋がいくつもあります。その橋たち、階段で作られているものが多かったので、ベビーカーを引いている人や車椅子の人、大荷物で旅行に来ている人は大変そうだなと感じました。しかも街全体は迷路みたいになっています。Google マップが欠かせませんでした。Google マップがない時代に旅行に来ていたらどうなっていたか、ちょっと想像したくないですね。もちろんタクシーもなくてとにかく歩くので、ベネチアに行きたいと思っている人は体力があるうちに行くことをお勧めします。ベネチアではよくライオンの像や彫刻を見かけました。これはベネチアの権威や平和を表すシンボルだそうです。この時の私、嬉しそうに記念撮影をしていますね。私はこういう像を見ると興奮するんです。これから行く人はベネチアの街にライオンが何匹いるかぜひ数えてみてください。まずはサンマルコ広場に着きました。このサンマルコ広場、すごく綺麗じゃないですか？画面で伝わりますかね？こんなに綺麗で大きな広場、私は初めて見ました。世界で最も美しい広場とも言われているらしいです。ちょっと今まで見た中で一番綺麗かもしれない。この奥に見えている建物はサンマルコ寺院で、ベネチアで一番有名な大聖堂です。お金を払えば中を見ることができますが、私たちは今回中には入りませんでした。このベネチア、私が今まで行ったヨーロッパの国で一番宗教観がある場所だなと思いました。それもそのはずですよね。イタリアのローマにはカトリック教の総本山、バチカン市国がありますね。イタリアはその影響を強く受けているので、カトリック教の芸術性が高い荘厳な大聖堂がたくさんあります。綺麗ですね。私は宗教について何にも知らなかったんですが、隣にいた彼が歴史や宗教の関係を教えてくれて楽しむことができました。私、専属のガイドさん、感謝です。イタリアに行くなら宗教のことを少し勉強してから行くともっと楽しめると思いました。サンマルク広場。
せっかくなので広場のカフェでコーヒーと朝ごはんを注文しました。カフェラテ1杯。なんと14ユーロ。高い。ピザのメニューを見てみると、13ユーロ？カフェラテ1杯より安い？この金額を見て、私今ヨーロッパにいるんだなぁ、と感じました。ちなみにこの広場じゃないカフェのカフェラテは半額ぐらいでした。それでもちょっと高いですよね。これは朝ごはんのサンドイッチです。鳩よけの網も一緒に持ってきてくれました。ちょっとダサいですね。ここベネチアは1987年に世界遺産に登録されました。ここで皆さん疑問に思ったことがありませんか？どうして水に囲まれた不便そうな場所にこの街が作られたのか。私は気になったのでチャット GPT に聞いてみました。5世紀頃に北イタリアの難民たちがゲルマン民族などの侵略から逃れるために敵が侵入しにくい湿地帯、ここベネチアに避難してきたそうです。そしてここに住み始めて塩の生産や地中海貿易によって町は発展したそうです。こういう歴史や建物の技術性、芸術性が評価されて唯一無二の海上都市として世界遺産に登録されています。ベネチアといえば仮面パレードでも有名ですよね。これは12世紀頃から続く歴史あるお祭りで、貴族たちが身分を隠して楽しむために仮面を着用したのが始まりだそうです。街の中には仮面のお店がたくさんありました。お昼ご飯を食べにレストランに来ました。このお店、イタリア人や現地のゴンドラの運転手の人たちも食べに来ていたので、美味しいお店なんだと思います。ここで海鮮ピザを注文しました。ヨーロッパに来てからピザは一人1枚食べるのが暗黙のルールだと思っているので、この時も丸々1枚一人で食べていました。でも隣にいたイギリス人カップルに、大きいピザだねと言われました。そのイギリス人カップル2人、私や私の彼より体格が大きかったんですが、2人で1枚のピザをシェアして食べていました。1人1枚はマナーじゃないんですか？ピザのこの部分を日本語で耳と言います。このピザ、真ん中の部分は薄くて食べやすかったんですが、この耳の部分、お腹いっぱいになるんですよね。ほぼ完食しました。ごちそうさまでした。私はポストカードを集めるのが趣味なんですが、今回も無事ゲットできました。このお店でしか買えないデザインのものがたくさんあったのでおすすめです。有名なリアルト橋に来ました。16世紀末に完成したベネチアで最も歴史のある橋の一つです。大運河を一望できます。ここは観光客が本当に多かったです。周りも観光客向けのお店が多くて、観光で成り立っている場所だなと思いました。スリが多いと聞いていましたが、観光客が多いだけで私の怪しい人センサーは反応しませんでした。歩きすぎて疲れたのでカフェで休憩をすることにしました。ヨーロッパはカフェがたくさんあるので、休憩したいときすぐ見つかるのがいいところですよね。イタリアといえばティラミス。このティラミス、甘すぎずさっぱりしていて美味しかったです。結構量があったので全部食べられるかなと心配でしたが、全部食べられました。旅行中の胃、ドラえもんの4次元ポケットぐらい何でも入りますよね。これ私だけですか？皆さんもそうですよね。
私はピクミン中毒なので、この旅行中もピクミンをしていました。私の旅行の目的の半分は、現地でピクミンをプレイすること。それぐらいピクミンが大好きです。今回もいろんなアイテムをゲットできて大満足でした。夕方になってゴンドラに乗りました。昼と夜で料金が違って、私たちが乗った時間は30分110ユーロでした。なんとバルセロナからベネチアまでの往復の飛行機代と同じぐらいです。高級。ゴンドラ乗り場は街のいろんな場所にあって、ルートも少しずつ違うようです。乗る前に調べてみるともっと楽しめると思います。ちなみに料金はどこで乗っても同じです。景色ももちろん綺麗だったんですが、それ以上に驚いたのがゴンドラの運転手、ゴンドリエーレの運転技術です。細い水路をスイスイ進んで、他のゴンドラともぶつからずに上手に曲がっていきます。本当にすごいねと私たちはずっと感心していました。ちなみにゴンドリエーレになりたい人はベネチアの公式試験に合格してライセンスを取らないといけないそうです。私はどうしてゴンドリエーレになろうと思ったんですかと聞いてみたかったんですが、恥ずかしくて聞けませんでした。私、人見知りなんです。そしてもう一つ気になったことがあります。ゴンドリエーレの皆さんが着ているボーダーの服についてです。赤いボーダーの人もいれば、紺色のボーダーの人もいます。何か違いがあるのかなと思って調べてみました。ジェミニによると所属しているグループによって色が違うそうです。でも本当かどうかはわかりません。理由を知っている人がいたらぜひ教えてください。ゴンドリエーレの皆さんはこのボーダーの服を何枚持っているんでしょうね。私の彼はこの黒い T シャツを10枚持っています。毎朝悩まなくていいので楽ですね。ベネチアは2100年頃に沈んでしまうかもしれないと言われています。今見えているうちも1階はもう使われていなくて、2階から生活スペースとして使われているそうです。今はとても美しい街と言われていて、世界中から観光客が来ています。でも自分が生まれ育った街がいつか沈んでしまうかもしれないと思ったら、どんな気持ちになるんでしょうか。私にはなかなか想像できません。夜ご飯はベネチア名物のイカスミパスタを食べました。私、人生でイカスミパスタを食べるのは2回目です。でもすっごく美味しかったです。スタッフの人たちもフレンドリーで、お店の雰囲気もすごく良かったです。イカスミパスタを食べながら、彼と初デートで食べてはいけないものランキングについて話しました。イカスミパスタは2位です。1位は骨付き肉だと思います。皆さんの意見もぜひ聞かせてください。ベネチア夜の景色もロマンチックでした。2日目、まずは彼と集めているマグネットを買いました。ベネチアお土産のレベルが高いです。大好き。イタリア最古のカフェと言われているフローリアンに来ました。ここベネチアはヨーロッパのカフェ文化の発展に大きく関わったそうです。私が好きなルパンの映画でもここを舞台にしたシーンが出てきます。聖地巡礼ができてテンションが上がりました。ここではカフェラテを注文しました。味は美味しかったですが結構シンプルな味でした。生演奏を聴きながらカフェラテを飲んで優雅な時間を過ごすことができました。この音楽代として1人7ユーロも取られました。優雅な時間を過ごすにはお金がいりますね。テラス席も素敵でしたが、お店の中もキラキラしていてよかったです。写真映えする空間でした。ここでまたマグネットを買ってしまいました。デザインが良すぎる。
前の日にピザ、パスタを食べてたくさん歩いたので、この日朝起きたら体全体がむくんでいてびっくりしました。綺麗な写真を撮りたい人は、むくみ対策のサプリや湿布を絶対持って行ってください。この2日間、天気が良くて最高でした。でも日陰は意外と寒いので、服の調整に気をつけてください。次の目的地に行く途中で美味しそうなパン屋さんを見つけました。朝ごはんにサンドイッチとカルツォーネを買いました。これが美味しかった。日本で食べるカルツォーネとクオリティが違うと思いました。日本にいるとき、私はピザやパスタ、パンをほとんど食べません。でもイタリアのパスタ、パンなら毎日でも食べたいと思いました。昨日買ったポストカードにメッセージを書いて実家に送りました。タバコ屋さんで切手を買うことができます。タバコ屋さんにオレンジのボックスがあるのでそこに入れました。ちなみに3週間経ちましたがまだ届いていないようです。向かいの島、ジュデッカ島に行きます。運河を渡るためのゴンドラ、トラゲットに乗りました。片道2ユーロでした。ゴンドラは現金で支払う場所が多いので、現金は準備しておいた方がいいです。日本人の建築家が改修した美術館、プンタデラドガーナに行きました。もともとは税関だった場所だそうです。こんな場所でも日本人が活躍していると聞くと嬉しくなります。この美術館、中の展示はいろいろ変わるみたいです。中の設計が素敵なので、ぜひ時間がある人は行ってみてください。次はジェラートです。今回の旅行でティラミスとジェラートは絶対に食べると決めていました。もっと色が可愛いジェラートを注文したかったんですが、茶色オンリーのジェラートになってしまいました。でも甘すぎず本当に美味しかったです。もう一回食べに行きたい。世界で最も美しい本屋さんとも言われているアクアアルタ書店に行きました。ここでも私が集めている絵本とマグネットを買いました。この書店、中もすごく素敵なのでぜひ行ってみてください。皆さんは旅行先で集めているものありますか？この旅行の最後のご飯、パスタを食べに来ました。ここのペスカトーレ、すっごく美味しかったです。ただ濃厚なだけじゃなくて、パスタの麺も少し太くてもちもちしていて、最後まで美味しく食べることができました。今まで感動するほど美味しいパスタに出会ったことがなかったんですが、今回このパスタ本当に感動しました。ベニース、バイバイ。こんな感じで2日間のベネチア旅行が終わりました。本当にあっという間でした。でも体力的にもお財布的にも2日間でちょうど良かったなと思います。もし3日以上いたら私のお財布は泣いていたかもしれません。もし2日以上滞在する場合はベネチア本島近くにある別の島へ行くのもおすすめだそうです。パンドラのスタッフさんが教えてくれました。私は今回の旅行でイタリアが好きになりました。おすすめします。物価は少し高いですが、その分人生のいい思い出になると思います。私にとっては忘れられない旅行になりました。皆さんも忘れられない旅行の思い出があればぜひコメント欄で教えてください。ここにも行ってみてというようなおすすめの場所があればそれもぜひコメント欄で教えてください。皆さんの情報、コメントいつも参考にしています。ありがとうございます。それでは今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。TikTok、Instagram もしています。そちらもフォローお願いします。オンラインで日本語を教えています。興味がある方は概要欄のリンクからチェックしてください。それではまた次の動画で。じゃあねー。